こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。去る私が私を助けに行こう。自分を救う心理学は、臨床心理士、音楽療法士である橋本翔太氏が自分を救うために必要な心のケアやセルフメンタルコントロールを具体的に解説した一冊です。本書は現代社会で多くの人が抱える自己否定感や悩み、不安、ストレス源となる自分との向き合い方に注目し、自分自身を救うためにはどうしたらいいのかを学びたい読者に寄り添います。橋本氏は一般的な心理学理論だけでなく、自身の実体験や多くのクライアントの声を通じて実験的なアプローチを提示。自己理解の深め方やセルフケアの方法、感情のコントロール書などを優しく丁寧に解説しているのが特徴です。読者は専門知識がなくても、この本を通じて自分自身の心の声に耳を傾け、過去の上と向き合いながら新しい自分を救く手法も学べます。自分のしなさや弱さを否定するのではなく、受け入れ、いつかってあげることができるようになるための指南集です。現状に悩んでいる方や心のセルフケアを学びたいすべての人におすすめできる内容となっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己理解の重要性と方法。自己理解とは、自分の本当の気持ちや価値観、隠れていた心の上を知ることから始まります。この本では、まず自分自身を正直に見つめ直すことの大切さ、そして自己理解がなぜ人生のさまざまな場面で役立つのかを解説しています。具体的には、自分の内面に湧き上がる感情や無意識に出てしまう行動の理由を紐解きます。そのためのツールとして、日記やチェックリストを使った心の見える話、または自分との対話の警報など、日常の中で実験できる方法が紹介されています。自己理解が進むことで、過度な自己否定や自分に対する攻撃的な思考から徐々に解放され、自分への信頼感を取り戻せます。こうしたベースがあってこそ、自分を助ける次のステップに進むことができるのです。次に、セルフケアの時間と心の回復。セルフケアは自分の心身を日々労割り、必要なサポートを自分自身にもたらすプロセスです。橋本氏は心理学的なセルフケア手法に加えて、音楽療法の経験から導き出した独自のメソッドも紹介しています。例えば、気持ちが辛い時に深呼吸や簡単なストレッチを行う、好きな音楽を聴いてリラックスするなど、すぐにでも始められる方法が満載です。また、自分へ優しい言葉を投げかけるネガティブな思考のループから一時的に抜け出すための声掛けの力も具体的に挙げられています。セルフケアの実験を通じて心に余裕が生まれ、ストレスに飲み込まれることが少なくなります。結果として、小さな成功体験を積み重ねることで自己価値を高めることが可能になります。さらに、感情との向き合い方とコントロール数。本書では、悲しみや怒り、不安といったネガティブな感情だけでなく、喜びや安心といったポジティブな感情も含めて、自分の感情とバランスよく向き合うことが重要だと説きます。感情は抑え込むほど強くなり、しばしば自分を苦しめる要因となります。そのため、まずは感情を否定せず、受け入れ、認識することが第一步です。その上で、佐本氏は感情を書き出すワークや、感情が湧いてきた時になぜ今この感情が生まれたのかを自問自答する思考法を進めます。加えて、感情が爆発しそうな時の対処法や、一度に感情を表現するコミュニケーション技術も紹介されており、日常生活のストレス軽減や人間関係の改善に大きく役立ちます。そして、過去の上と向き合う力。人は誰しも過去に何らかの心の無やトラウマを抱えていることがよくあります。本書では、こうした過去の痛みから目を背けるのではなく、勇気を持って向き合い、癒しのプロセスを経て、自回復へと進む方法が描かれています。橋本氏は自身のカウンセリング経験をもとに過去のエピソードを丁寧に扱い、
無理に忘れようとするのではなく、しっかりと認識した上で受け入れることが大切だと説明します。例えば、幼少期に感じた寂しさや親子関係の問題、トラウマ体験にどのように向き合うべきか、またそれが今の行動や思考パターンにどのような影響を与えているかを分析します。そして過去の自分を責めるのではなく、救うための思考転換を伸ばし、読者が未来や歩み出すきっかけを与えます。最後に、新しい自分を作るための習慣形成、自分を救うには一時的な努力だけでなく、毎日の暮らしの中で少しずつ新しい習慣を身につけていくことが大切です。本書では、心を整え安心できる自分になるための具体的な習慣形成層を解説しています。例えば、小さな成功を積み重ねて自信を育てる、小さな目標を設定して達成感を味わう、自分への感謝や認識を習慣化するなどの実験法です。毎日少しずつ心のストレッチを続けることで、これまで自分を払っていた否定的なパターンや固定観念を緩め、優しく自分を見守る目線を持てるようになります。また、習慣を作ることで自分を救う例が徐々に身につき、超学的に自身の成長や幸福感につながることが強調されています。結論として、私が私を助けに行こう、自分を救う心理学は、自己理解やセルフケア、感情コントロールなど、現代人が直面しやすい心の課題への取り組み方が丁寧に解説されています。この本は、仕事や人間関係がうまくいかなくて悩んでいる方、過去の出来事から抜け出せずに辛い思いをしている方、また自分にもっと優しくなりたいと考えているすべての方におすすめできます。特に他人の言葉や評価が気になってしまう人、自分を責めてしまう癖が強い人は、本書を読むことで自分自身を救うことの大切さと、その実験的なプロセスを学び、日々の中で少しずつ自分と向き合う力を身につけることができるでしょう。他の自己啓発本や心理学本と違い、本書は具体的なセルフケアの方法に加え、著者自身の経験と多くのカウンセリング事力をもとにしているため、抽象的な理論だけでなく、すぐに使える実験ワークが豊富です。また、専門的な言葉を使わず、優しい語り口で書かれているため、心理学初心者にも非常にわかりやすい点が魅力です。自分を変えたいけれど、何から始めていいかわからない方、自分の心のケアの方法を知りたい方には、具体的かつ温かいアプローチが腰の良い指針となるでしょう。この本は一度読むだけでなく、何度も戻って読み直すことで自分を助ける知恵が少しずつ加つ内容になっています。他の本にはない現場感覚と、今苦しいあなたのための具体画バーが詰まっており、自己成長や悩みの克服を目指す人に本当におすすめできる一冊です。ご資源いただける場合は橋本翔太、ポッドキャストの説明、声明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。